はい。では、Introducing TypeGuard to Steep というタイトルで発表させていただきます。はい。小宮、この青いアイコンの人です。はい。タイムインターメディアという会社で CT をしております。で、今回ちょっとこの発表するにあたって、ちょっと振り返ってみたんですけど、多分私が最初に Ruby 触ったの 1.4.2?1 あたりです。結構前ですね。で、Ruby 会議出始めたのが、参加し始めたのが2011だったので、もう10年以上ですよね。はい。その時はまさか壇上に立つとは全然思ってなかったので、はい。自分でもびっくりしています。はい。コミュニティとしては、浅草橋 RBS とか五反田 RB によく顔を出しませていただいています。はい。で、OSS の活動としては、ちょっと Python 側なんですけど、Sphinx っていうツールのメンテナをやってたり、今回話をする RBS の、はい、エコシステムの、コントリビュートをしています。で、この RBS のコントリビュートって一言で言っちゃうとちょっと寂しいので、少し広げてみると、例えば、型の定義を更新するというところで Ruby Core であるとか、スタンダードライブラリ、はい、サードパーティー GEM の型を更新していたり、あとは、型ジェネレーターですね、の、開発に携わっていて、最近 RBS Rails のメンテナーになりました。そして、いくつか、Rails 関連であるとか、サードパーティー GEM の型ジェネレーターを作っていたりします。はい、ちょっと今日はここ割愛します。はい、で、その他エコシステムってとこですと、ルボコップのルールを書き換えてみたり、自分で GEM を作ってみたりとかですね、レビュードック用意してみたり、はい、あと VS コードの拡張を作ってみたりというのをしています。で、VS コード、せっかくなんでちょっと少しデモさせてください。はい、で、ここに出てるのが VS コードの画面で、左がソースコード、右が型なんですけども、左にコードを書いていて、それを保存すると、右側に反映されるという、グルーを用意しています。例えば左で、今クラスを書いているんですが、それを書いて保存をすると右側に反映されるということをしています。はい、で、これ中ではRBS インラインというツールを単純に保存したときに RBS インラインを自動的に実行するというそれだけなんですけども、ただこれを用意することで書いたら、この型チェックが、書いたら型が生成され、そしてその型によりチェックが行われるっていうことで、左側のペイン見てるとわかるんですけども、ちょっと今出てないな。はい。エラーが、はい、消えたみたいになるんですね。はい、で、この後今、引数の型を書いてるんですけど、それが右に反映されます。はい、返り値がボイドだって書くと、それも反映されます。はい、で、次、メッセージメソッドかな。の返り値を書くと、それも右に反映されます。で、この後、ちょっと意地悪して、インスタンス変数、あえて間違えてみます。インテジャーって書くと間違えたので、型が反映され、左がエラーになります。あ、ストリングでしたねって書いて書くと、はい、右に反映され、エラーが解決すると。はい、という体験が、VS コード上でシームレスに、早いフィードバックが得られるという、拡張を作ってみています。はい、で、その他ですけれども、RBS とか Steep とか、まあ、型系のツールに対していろんなコントリビューションをしています。はい、例えば、フィーチャーリクエストで Steep Ignore 作ってください。はい、お願いをしたりとか、サイレントモードを作ったり、保管系のツール、保管系の機能をいじったりと、だったりバグフィックスをしてたりと、はい、結構あちこち直してきたという、記憶があります。で、今回のトークは、このうちのインプリメンテーションのところについてお話ししたいと思います。で、進んでいく前にちょっとだけ宣伝させてください。はい。私、タイムインターメディアという会社に勤めているんですけれども、はい。システムインテグレーター、まあ、お客さんのシステムをお手伝いするという立場で Ruby Rails を使っている会社です。はい。ハイアリングしてますんで、興味がある方はこちらの右下の URL にアクセスしていただけると幸いです。はい。あともう一つ、私個人的にスポンサーを、していただいてまして、はい、2社の方と、あと各個人の方、はい、ゴールドスポンサーと T スポンサーの方がいらっしゃいますので、皆さんに、改めて感謝をお伝えしたいと思います。では、本題に入っていこうと思うんですけど、Introducing TypeGuard to Steep というところです。
で、まずは What's Type Guard というところから話をしていこうと思うんですけど、はい、突然ですけどクイズです。はい、このコードを見て、バグがあるんですけども、このバグ何だか分かりますか？ティックタックティックタック。はい。で、これ待ってると時間ないんで、今回スティープの型の話なんで、スティープに何が悪いのって聞いてみましょう。はい、とスティープは2行目に type user need does not have method name というエラーを返してきます。ちょっとさっきのコードに図示するとこんな感じですね。はい、ここに、ネームってメソッドを見つからないんだけど、はい、って言ってます。で、これ一歩手前のところ遡ってみると、このユーザーっていう変数がユーザーは nil であるというふうにスティープは認識していて、その上でメソッドがないよって言ってきているわけですね。はい、さて、バグの原因、何がバグが起きているか、バグの原因は何かっていうのが分かったので、直してみましょう。はい、皆さんどう直しますか？ちなみに僕の場合だったらニルチェックを足します。はい、こういう感じですね。はい、ここ変えたとこなんですけど、はい、else 説も足したんですけど、はい、ここ変えました。ここに if user というところで、ユーザーが nil ではないこと、はい、っていうのを確認しますね。で、これ僕ら書くとき自分のプログラマーの頭の中でどう考えるかっていうと、if の前まではユーザーは nil である。ただ、if ブロックの中ではユーザーになる。else の方は nil しか残らないよねって考えると思います。で、これのことを、型の世界ではタイプナローイング、型の絞り込みと呼びます。そして、今日のお題にもなってるんですけど、ここの if user のユーザーの部分ですね。はい、この部分をタイプガードと呼びます。タイプナローイングに用いる式のことをタイプガードと呼ぶというものです。で、さっき、エラーが出るよっていう例を話してたんですけど、スティップはこのタイプナローイングをサポートしています。ですので、if else とか参考演算子、論理演算子などなどを使った型の絞り込みに対応しています。また、タイプガードとして、nil チェックの他にも、いくつかのビルトインメソッドですね、is a kind of instance of とか、こういうメソッドによる型の絞り込みにも、タイプガードにも対応しています。これが、is a の例ですね。user is a name、user is a user っていうところを使うと、これタイプガードだっていうのをスティープが検知をしてくれて、絞り込みをしましょう。だから、この if ブロックの内側は、ユーザー型になるよねと。はい、というふうに認識をしてくれます。はい、ということで、ちょっと中間まとめです。はい、タイプナローイングというのは、変数の型をよりもっと特定のものに限定する、特定するという処理のことを指します。はい、で、タイプガードというのは、そのタイプナローイングに使う式のことを指します。そしてスティープはタイプナローイングにもタイプガードにも対応しているので、いい感じに型チェックをしてくれるというものですね。では、タイプガードについて皆さんマスターしていただいたと思うので、本題のタイプガードについて話をしていきます。一つ目はタイプガード for Union Types ですね。はい、で、今、ビルトインの話をしてたんですけど、皆さん、アクティブサポートのプレゼントってご存知ですか？手上がってますね。よかった。はい。で、プレゼントっていうメソッドは、オブジェクトの存在を確認するメソッドです。なので、nil チェックのように使うこともできます。はい、なので、こういうコード、あんまりここにプレゼント書くかっていうとちょっと自信ないんですけど、はい。ただ、こういうことも書けますよね。で、こういうことを書いたときっていうのは、この if プレゼントって我々がプログラム書いて期待するのは、ユーザーがある。はい、つまり、ここって、ユーザー型になってほしいよねって考えますよね。はい、ただ、これがうまくいかないんですよ。はい、スティープはこのプレゼントっていうメソッドがタイプガードと認識してくれていないので、ここ、絞り込みが発生しません。ということで、繰り返しになるんですけど、実行時には、僕らはこのプレゼントメソッドが絞り込みをすることを知ってるんですが、スティープは知らないんですね。はい、
ここで不一致が出て、スティープにツッコミが入るわけです。そこってニルの可能性あるけど大丈夫みたいなツッコミが入るわけです。はい、これ、コード書いてて型チェッカーに足を引っ張られちゃうのとっても辛いですよね。はい、ということで、今回、提案するのが TypeGuard for Union Types です。はい、で、TypeGuard for Union Types というものは、式のうち以下の条件を満たすものをタイプガードとして見なすという、考え方のものです。で、一つ目がメソッドコールであること。で、もう一つがそのコールの、レシーバーが変数かピュアメソッドコールであるというもの。三つ目がそのレシーバーの型が、ユニオンタイプであることという三つ。この三つを満たしたものをタイプガードとして見なします。そして、このタイプガードというのは、リターン値ですね。リターンタイプによってレシーバーの型の絞り込みを行うというものです。ちょっと詳しくは、この後説明していきます。で、一つだけごめんなさい。ここピュアメソッドコールっていうのを書いたんですけど、ちょっとピュアメソッドコールの説明をしていると時間が足りなくなるので、はい。これは、ググってください。今日はバリアブルの方だけ話をします。で、準備としてこういう型をセットアップします。ユーザープレゼントというメソッドが true を返すよという型を準備しておきます。で、もう一つは nil クラスプレゼントが false であるよという型をセットアップしておきます。ここは自明でいいですよね。そして、この型を準備した上でもう一回さっきのコードをチェックしていってみましょう。で、さっきの型を用意するとですね、スティープはこの user.present というものをタイプガードとして認識します。なぜなら、この、式はメソッドコールです。よね。そして2番目が、この呼び出しのレシーバーはユーザー変数です。で、3つ目が、このレシーバーの型はユニオンタイプ。ユーザー or nil という。はい。この3つの条件を満たしているので、これはタイプガードです。なので、絞り込みをしましょう。というふうにスティープが認識してくれます。さて、じゃあ絞り込みをしていきましょう。で、絞り込みをしていくときはこういう計算をします。はい。このユーザープレゼントというメソッドコールは、2つのメソッドの、可能性がある内包をしています。ユーザープレゼント、ニルクラスプレゼント。このメソッド呼び出しの2つのどちらかになると考えられるわけですね。で、次にこの、2つのメソッド呼び出しの返り値ですね。リターントゥルー、リターンフォルスっていうのを見ます。そして、この返り値がトゥルシー、真であるものを if ブロックに適用します。で、フォルシーであるものを、エルスブロックの方に適用します。このピンクと青で返り値を見て、このユーザープレゼントはトゥルーシーだ、こっちはフォルシーだよって見て振り分けます。で、その結果、さっきのもので言うと、この if ブロックの内側の方は、ユーザークラスに絞り込まれます。なぜならユーザープレゼントが、true を返すから。そしてもう一方、else ブロックの方は nil に絞り込まれます。でこちらは、nil クラスプレゼントが false を返すからですね。ということで、はい、うまくいきました。で、ちょっと、別の例を挙げるんですけど、ストリングプレゼント。でありますよね。で、ストリングプレゼントっていうのは true も false も返しうるんですよ。こっちがメインケースですかね。よく使うケースはこっちだと思うんですけど、はい。空文字列の場合はフォルスを、はい、それ以外、中身が入っている文字列の場合はトゥルーを返します。はい、で、その場合、こんな型を定義することになると思います。ストリングプレゼント、リターンズプルー、ブール、はい。で、宣言すると思います。はい、で、こういうケースの場合は、if と else 両方に、
行く可能性があるよっていうふうに型チェッカーでは、判断をします。ですのでちょっとこれ別のケースなんですけど、あなたの名前入れてくださいっていう簡単なコードなんですけど、このコードの場合、スタンダードインゲッツっていうのはストリングは nil を返すわけですね。で、さっきの通り、整理をしていくと、このストリングプレゼントはブール、nil クラスプレゼントはフォルスを返します。ですので、絞り込みの結果はこんな感じに、if ブロックの方はストリングに、else ブロックの方はストリングは nil に絞り込まれます。ということで、こんな感じで、実装した、準備したものなんですけど、現在の状況を、いきましょう。これ、スティープに提案をさせていただいています。1497というプルリクを送ったんですけど、これですね、先日マージされました。マージされて、リリースもされました。ありがとうございます。1.10 というものです。これ、キャプチャーの時点だと3 weeks ago なんですけども、1ヶ月ぐらい経ってますかね。皆さんもう多分アップデートされてるんじゃないかと思います。で、もう一つ、プレゼントの方、ブランクの方、アクティブサポートの方についても、更新していて、こちらもマージされています。ですので、皆さん、お家に帰って型チェッカー、使ってみると、今回話した内容っていうのは、セットアップとか特にせずにバージョンアップするだけで利用していただけるという感じです。ということで、中間まとめです。Type Guard for Union Types というのを STEEP に提案しました。で、いくつかの条件を満たした、メソッドコールを Type Guard とみなすという仕組みです。そして、型定義、返り値に基づいて、型の絞り込み、レシーバーの型の絞り込みというのが行われます。そしてこれらはもう、アベイラブルですんで使っていただくことができます。では次行きましょう。ユーザーデファインドタイプガード、2つ目のタイプガードです。で、実際のアプリケーションでは、ライブラリが用意、ビルトインのもの、アクティブサポートが用意したものの他に、自分で実装したメソッドを使って、クラスの判断であるとか、状態の判断ってすることって結構あると思うんですね。例えば、ユーザーアドミン、ユーザーバリティ、アーティクルドラフト、とかこういったメソッドを使って状態の判定とかクラスの特定ってしたりすると思います。これも STEEP で対応してくれたら嬉しいですよね。ということで、サンプルちょっと考えてみました。3つのクラス、ユーザー、アドミンユーザー、スタンダードユーザーという3つのクラスを持っていて、親クラスのユーザーにはアドミンっていう判定メソッドを持つという、ちょっとこういうサンプルについて少し考えてみたいと思います。で、このクラスがあって、こういう判定メソッド、ユーザーアドミンっていうチェックをしてたりするコードって、こういうコード書いたりしません？で、ここの if ブロックでは、アドミンかどうかを判定していて、ってことは、ここの if ブロックの中、アドミンユーザーになっててほしいよねって思うわけです。なんかこのスライドの構図、さっきも見ませんでした？ダメです。ここもやっぱスティープがこのアドミンっていう判定メソッドが、タイプガードとして認識してくれていないので、僕らは絞り込みしてるはずなんだけど、スティープはそう認識してくれないという、問題が起きます。同じ話ですね。僕らは絞り込みしてるつもりなのにスティープはそう認識してくれない。ということで、ユーザーデファインドタイプガードというものを考えました。で、これは非常に簡単です。型定義をするときに、その判定メソッドにアノテーションを加えます。アノテーションってあんまり使わないかもしれないですけど、RBS にはこのシャープ A 括弧でアノテーションというものをメソッドにヒントをつけることができます。そして、このアノテーションの内側、先頭にですね、ガードっていう文字を入れます。ガード、コロンですね。そして、その後ろ側にプレジケイト
というものを足します。ここでは今、self is admin user という文字を足してみました。でこのプレジケート何使うかでいうと、これを使って、このタイプガードがどうやって型を絞り込むのか。この判定メソッドが true と判断されたときに、どう型を絞り込むのかっていう条件を書きます。ここ、self is admin user と書いているので、self。つまり、レシーバーのですね。レシーバーの型が、アドミンユーザーに絞り込まれるよっていう、ルール、述語を書いています。で、この型を定義しておいて、はい。ごめんなさい。その前にあったんだ。述語のルールなんですけど、述語3つのパートがあります。サブジェクト、バーブ、タイプ。サブジェクトっていうのは、どれをナローイングするのか。バーブっていうのは、どうやってナローイングするのか。で、タイプは、どこに向かって、何に絞り込むのかというものです。で例えば、サブジェクトにはセルフを指定したり、引数の名前を指定したりします。バーブは、is か is a という2種類を今考えています。で、タイプっていうのは、実際のタイプの名前だったり、セルフの型に絞り込むよって言ったり、引数の型に絞り込むよっていう宣言をしたりします。具体例としてはこんな感じですかね。self is string, self is argue1 is integer, self is a argue2 みたいな感じで、こんな感じのことを書くことによって、絞り込みルールを、プレディケートとして宣言することができます。さて、先ほど、念のためもう一回出しておきましょうか。ここで書いた、この、タイプガードですね、を使って、もう一度さっきの、コードを分析、アナライズしてみましょう。で、さっきのアノテーションをつけることによって、このユーザーアドミンっていうメソッドはタイプガードとして認識されることになります。そして、この if ブロックの内側は、プレディケートに書いたままですけど、self is admin user というルールに従って絞り込みが行われます。ということで、アノテーション書いてくださいということになるわけですね。で、現在の状態ですけれども、ごめんなさい、中間まとめです。ユーザーデファインドタイプガードを使うと、型定義を、型の絞り込みをしてくれます。そして任意のメソッドをタイプガードにすることができます。で、ただ今これ、現在開発中でして、この1501にドラフトは出しているんですが、まだセルフイズタイプという式しかサポートしていないという状態です。ですね。こちら、交互期待ですね。で、時間があと6分なんとか。で、ここからは、タイプガード、ユーザーデファインドタイプガードの、制約について、お話をしていこうと思います。でさっき、プレディケートに、条件、型の絞り込みルールをかけるよという話をしたんですけども、ここでかけるのは、任意のものに変更するではなく、型を絞り込む、狭めることしかできません。ですので、新しい型、この型にするよって書いたものっていうのは、もうオリジナルタイプからのサブタイプである必要があります。例えばさっきのユーザークラスにオブジェクトクエスチョンっていうメソッドを追加して、セルフイズオブジェクト。もともとユーザーオブジェクトだったものが、オブジェクトインスタンスだよというふうなルールを書いた場合、これは型をナローイングではなくて、なんですかね、ワイディングっていうんですかね、広げる行為に当たるため、これは、インバリッドとして扱われます。こういう制約があります。で、もう一つ、型の絞り込み、if ブロックの方は話したんですけど、else ブロックの方に関しては、うまくいくときといかないときがあります。スティープは、else ブロックの型は計算しようとするんですけど、計算失敗しちゃうことがあります。先ほどの、アドミンユーザーのケースの場合は、ユーザー but not アドミンユーザー。ユーザーだけどアドミンユーザーでないものっていう、引き算の集合を計算しようとするんですが、それっていい感じに表現できないんですね。今のところ。という制限があるので、計算失敗をしてしまって、
エルスブロックの型が、計算不能なので、オリジナルのユーザーの型のままであるという判定をしてしまうことになります。もし計算がうまくいった場合は、エルスの方は、差し引きをした、型を適用してくれるんですが、今のところ、結構失敗しやすいので、制約として、捉えておいてください。で、もう一つおまけなんですけど、アドバンストユーセージがあります。で、このユーザーデファインドタイプガードを使うと、コンディショナルタイプス、条件付きの型というのを表現できます。例えば下に出している例だと、アーティクル、記事クラスにタイトルっていう、属性を追加してるんですけど、このタイトル、デフォルトだとオプショナル、省略化なんだけれども、パブリッシュとステータスになったときは必須になるよ。これなんか状態付けで、この時はいる、いらないみたいな、こういう属性あったりしますよね。こういうのをうまくチェックしてほしいんですけど、デフォルトの時のことを考えると、タイトルの型ってストリング、オプショナルストリングって宣言する必要がありますよね。これうまくバリデーションしてくんないかなって、型チェックしてくんないかなって思うわけです。で、これに対しての解決策というか、アプローチとしては、バーチャルな、存在しない、モジュールを、型モジュールを書きます。パブリッシュと状態を表す、このパブリッシュとっていうモジュールを書きます。で、このモジュールでタイトルはリクワイアだよ。必ずオプショナルではない普通のストリングだよって宣言をします。そして、もう一つタイプガードを用意します。で、このパブリッシュとクエスチョンっていうところのタイプガードに対して、self is article and published。元のアーティクルクラスと、このパブリッシュとクラスの合成したクラス、であるよという宣言をします。で、こうすることで、こういうコードを書いたときに、アーティクルパブリッシュっていうクエスチョン、この if 文の内側だと、アーティクルっていうのは、アーティクル&パブリッシュにナローイングされるので、その結果、タイトルは必須、リクワイアドになるよという、条件付き、こういう条件に基づいて、属性の型を変化させると。メソッドがこの状態の時だけ使えるとか、そういう型を、定義することができます。ですので、こういう使い方も面白いんじゃないかなって思っています。で、例えばですけど、アクティブレコードにはデレゲーテッドタイプがあったり、あとバリデーションで if valid って書いたりしますよね。こういう条件文の内側だけ、これが使えてほしいとか、何かの時だけこのメソッドが呼べてほしい。この属性は必ず返ってくる。みたいな表現ってしたいこと結構あると思うんですよ。なので、こういうところに、このユーザーデファインドタイプガードが使えるんじゃないかなと思っています。ですので、今まだ実装中なんですけど、これが完成したら、RBS Rails みたいな型ジェネレーターに、この機能、こういう型を生成する機能をつけることで、普段使っているモジュールで普段通り書いたらいい感じに条件に基づいて、絞り込みがされるということが実現できるんじゃないかなと考えています。時間通りだ。で、まとめに行きましょう。ということで、まずはタイプナローイング、タイプガードについて知ってもらおうと思ったので、そういう説明をしました。これを使うと、より安全な、しっかりとした型チェックができるので、ハッピーなコーディングができると思います。そして、僕の方では、2つのタイプガードというのを提案をしています。タイプガード for Union Types、ユーザーデファインドタイプガードということで、片方まだ、提案中、実装中ですんで、使っていただけないんですけども、こうご期待というところです。ということで、皆さん、こういうのを型の発展が今後も続いていきますんで、型を使って楽しいハッキングライフを送ってください。で、最後、謝辞です。
はい。ここまで僕、一昨年ぐらいから型の開発とか携わってるんですけど、その中でいろんな人に協力を得つつ、ご迷惑をかけつつ、やってきてました。ですので、ここに挙げた皆さん、使ってくださる皆さんも含めて、はい、感謝させていただきたいと思います。はい。ということで終わりです。ご清聴ありがとうございました。